今回は僕がですね15で美容師になって、今62なんで50年弱いろんなことがありながらもずっと続けてこれたんですけどね、それにはね意外と言葉の力があったって話をしたいんですけどね。っていうのはですね、僕見習いの時に北九州っていう田舎から福岡っていうところに出たんですけどね、その時に、言葉は良くないけど先輩たちからいじめられたりもうすごくあったんですよね。下でシャンプーをしてると2階でタオル洗いたくないからシャンプーするんだろうって言って、今度タオル洗ってると違う先輩が来てサボろうと思って2階でいるんだろうって言われたりとかですね、その当時、信じられませんけど寮生活っていうかみんなで生活してたんで、ご飯なんかも今日カレーライスっていうと15、6歳なんで楽しみだったけどね、先輩たちが先に食べて自分が食べる時になったらもうないんですよ、ルーが。だからもうご飯を入れてカレーピラフみたいなで、そんなことがずっとあったんですよ。その時になんか夢は大きく持ってたんですけども、なんとなくもう目の前が真っ暗なっていうかね、辛いなって思う時ある先輩がいて、その人がね今度教えてくれたんですよ。井の中の蛙大海を知らずっていう、聞いたことあるでしょ。井の中の蛙大海を知らずっていうのは、井戸の中にいるカエルは海のことを知らないとっていうふうに思われてますよね。あれ本文はねまだ長いんですよ。井の中の蛙大海を知らず、されど空の青さを知るっていうのが本文なんですよ。どういうことかというと、カエルは海のことは知らない、いろんなことを知らないけども、井戸から見た空の色はずっと見てるから、絶対そのことには負けないというか自信があるというかね、空の青さとか深さを僕は知ってるんだっていう内容なんですよ。その言葉を聞いた時にね、なんかすごいね燃えてきたんですよ。結局今この名もない田舎町の美容室でやってたけど、いつかは今やってることは誰にも負けないようにやってみようと。で井の中の数と言われてもいいから、結局空の青さを知る、例えば美容の仕事とか接客のこととか今やってる仕事は絶対負けないぐらい頑張ろうって思えたんですよ。本当に何ヶ月もやめようかなとか悩んでたのに、その言葉でね元気になれたんですよね。皆さんもあるんじゃないですか、そんなのが。やっぱり誰かから言われたあの一言で頑張れたとかですね。でも逆にあの言葉でもう決定的に嫌になったとかもうダメだったってこともありますね。だからいい言葉をたくさん自分に貯めて、嫌な言葉はなるだけ出さない方がいいっていうことですよね。逆に言葉で勇気ももらえるけど言葉で傷つけることもあるんで、言葉には力があるっていうのが僕がその当時助けられた、その一言だけではないんですけどね。僕ちょっと自分の身内が病気になったりした時なんかは、またある先輩が悲しみの底に光るものがあるって教えてくれたんですよね。悲しいどん底でも小さな光が絶対あるんだと。それとか悲しいことがあったら心に大きな穴が開くけど、その穴からしか見えないものがあるっていう言葉もあるんですよね。これどういうことかというと、僕自分の身内が病気で僕も入院して一緒だったんで、その時にもう辛くてもう涙が出ないぐらい泣いたんですよ。でもその時に僕のために霧島神社っていうところまで治るようにお守りに買いに行ってくれた人とか、全国から会いに来てくれた人とかいっぱいいたんですよね。やっぱり心に開いた大きい穴でも、その穴はきついけどそこからしか見えないものは本当にあったんですよ。それとか悲しいけど優しさがありがたかったなと思ったりですね、そういう経験があるんで、ぜひやっぱ言葉を大事にしていこうというか、いい言葉で勇気をもらえることもありますよっていうこととか、いい言葉で相手を勇気づけることもできるけど傷つけることもできるんで、言葉には力があるっていうことを今日皆さんにご紹介したいな。いい言葉にいっぱい出会えたら難なく逆境も困難も乗り越えられると思うんで、ぜひそんな言葉に出会えたらいいですね、皆さんも。